皆さんこんにちは、犬です。てかね、この後皆さんが知ることだけど、普段自分がやってることなんだけどさ、この動画作りながらふと思った。こんなこと相手に考えながらやられたらやだわ。もう怖くて剣道できない。怖い。いやね、強い人からすれば当然のことかもしれないよ。僕より強い人なんてたくさんいるし、もっとすごいこと考えてると思う。でもね、やっぱこんな面白いゲームなかなかないよ。この動画を機に強くなる人ボコボコ出てくると思う。気をつけて。今回は攻めって何後編。試合楽しくなるよ。ということで今回はこちら。この動画は前編後編に分かれた後編なので、3の攻め方考え方から始まります。この動画から初めて僕のチャンネルに来てくださった方は、概要欄の方から前編の動画をまず見ていただけると、より分かりやすく見ていただけると思いますので、見てみてください。では行ってみましょう。こちらが A をした時の相手の格好、反応を大まかにでもいいので考えてみましょう。ここを想像するの結構大事です。相手の反応を考えるとき、これまでの試合や稽古で相手がどんなタイミングでどんな反応をしたか考えてみる。これやられて困っちゃったなとかもいい材料になります。それと自分だったらどう反応するかって考えて想像しましょう。例えば避ける動作ですが、いろんな避け方、遠い間合い、近い間合い、構えを崩さず足だけで、手と足を合わせて動く方向を全方向など組み合わせて細かく考えると100種類以上ありそうです。まず初めの方は相手の足が動くことは考えず、上半身の動きを覚えて、その一つ一つにこうなる相手にはこの技が当たるかなと考えて練習していくのがいいと思います。そしてだんだん自分が思いつく全ての動きに対して打てる技ができてきた頃、今よりもいろんな相手に対応できるようになっているはずです。基本打ちの時間を使って相手に自分が A したらこう動いてと注文するのがいいです。普段からこういう意識で練習を繰り返しておくと、自分の中の試合中の選択肢が増えます。いろんな相手に対応できるようになります。すべてを行うととんでもない量になってしまうので、今回は考え方のコツが伝わるように例としていくつか紹介します。抑えると下がる、こういう傾向がある相手。追って打つ、当たれば OK。避けられたらそれを覚えておく。次にそこが空くと予想して入って狙い撃つ。
追わないで見送り、反応を覚えておく。次にそこを狙い撃つ。またこれもうまくさばかれたら、さらにその反応を狙い撃つ。一発で決めようとしなくて全然 OK。 一つの攻めからいろんなパターンに対応できるようにいくつか技を用意しておくと相手は困ります。竹刀を下げると面を打ってくる、こういう傾向がある相手、このように一つ攻めの動作をして一旦見送り、相手の反応をインプットしておきます。時間が経って相手がそのやり取りを忘れた頃、次の機会に狙い撃ちます。相手の攻めを引き込む。がっちりじゃなくてできるだけ柔らかく。そうすると間合いを詰めて狙ってくる。こういう傾向のある相手、やられるふりをして出鼻面、返し胴、小手返し面、相手の攻めが効いているかのように見せる。この時最低限打ち返せるだけの体の準備は必要です。自分の体はやばいというような、相手にいけると思わせる演出をします。頭の中ではしっかり狙っておきましょう。引き込む、誘う時のコツはいけると思わせること。でも実は自分の準備はしっかりできているということ。前編の動画で詳しく説明していますが、自分に狙いがあって相手を目的の格好や反応にさせるための行動なら、下がることも止まることも攻めになることもあるということ。必ず思った通りになるわけではない。考えと違うことの方が多い。相手だって勝ちたいから工夫してくる。全部思い通りにできたらみんな試合は3秒で終わります。でも試合時間の中でいろいろな攻め方を考えて仕掛けてみる。仕掛け続ける中で自分の狙いと相手の動きがマッチした時、狙い通りの一本やチャンスが生まれます。このマッチしない間、相手を分析したり考えを組み立てるわけですが、そこで打たれるわけにはいきません。ここの部分にお悩みというコメントもいただいております。打たせない技術についての動画も今後出してみようと思っています。もしよければチャンネル登録をしてお見逃しのないようにお待ちください。基本はここまでのような A、B、C を意識できれば OK。 ここからはそれをさらに実践的に活用する別の考え方を、試合を平面ではなく立体的に捉えるみたいな感じの、そんな考え方の例をご紹介していきます。聞いてみれば特別な難しいことではないと思います。技で意識させる攻めや時間をかけて展開で思い込ませる攻め、これは1回のやり取りで決めるものではなく、少し長い時間をかけてじっくり罠にはめていくような考え方です。わざと届かないように打っておく、距離感を勘違いさせたいです。できるだけ一生懸命打ってるように見せておきましょう。少し下がって見切る癖をつけさせて思いっきり飛ぶ。面々の連続技でもいいですね。打てるだけ面を打ち、上を意識させ、あ、この人ぐらいだったらちゃんと避けれる、見えるぞっていう安心感を持たせて後半に下を狙います。返し胴やデコテなど狙われていることに気づけたり、その対処に自信のない人は無理しなくてもいいです。他を狙いましょう。
下からのまっすぐの小手をたくさん当てておいて、下を見せて面で仕留める。見せ技として打っているこの小手が一本になるようならそれはそれで OK。 一本にならなくてもつば元や肘の方に当たっちゃってもしっかり声を出して打ち切っておくことで相手は小手を強く意識してくれます。そうなってきたら心の中でよしよし、合い後手面とか狙ってきたらもう最高。最後決めるまでの間、長い時間を攻めとするやり方。2段階3段階の攻め、 A、B、C ではなく A、B、A、B、C のように2段階3段階の攻め。例えば抑える、下がる、面、これを抑える、下がる、面のフェイント、避ける、裏面。抑えられて打たれると思っているところにフェイントが来ると冷静ではなく慌てて無意識に避けてしまいます。単に面に来たり最初からフェイントの面を打ってこられても強い相手ほど目がいいので冷静な状態だと避けてしまいます。1つ目の攻め A から B で冷静さを壊し、壊れているところに2つ目の攻め A を入れることでより大きく崩れます。打つと見せる、避ける、打たない、構え直す、急に打ち出す、避ける、小手。これは ABABABC と3段階の攻めです。1度目の避けと2度目の避け、印象が違うことがポイントです。1度目は構え合っているのでお互いに攻めも守りも想定して集中しています。2度目は緊張から安心したところなのでさらに大きく心が揺さぶられます。こういう時は冷静でいられないので避け方など考えずとっさに手元を上げてしまいます。緊張から安心を作ってあげてまた急激に緊張させることで冷静さを破壊します。無意識に手元を上げさせることにつながります。できなくてもいいんです。実際相手がどう感じているかなんて相手にしかわからないので想像して作ればいいんです。仲のいい稽古相手には終わってから聞いてみるといいでしょう。あれこういう考えでやってみたんだけどどう見えたとかどう感じたとか。今回は2つご紹介しましたが他にもいろいろあります。このように2段階3段階4段階の攻めを作って遊んでみてください。こういう複雑な攻めを相手に意識させておくと素直にただまっすぐ打つ面や小手が相手の裏をかくことになって決まりやすくなるところも面白いです。時間差攻撃、例えばこれ実際に試合で使ったりしてました。相手が両手を上げた避け方を確認、同じ入り方から面を打つ、上をさらに意識させつつもう一度確認します。打たれない、こいつ大丈夫そうだと安心感を与えます。同じ入り方から逆動、1本になればそれで OK。 ならない場合または2本目を取りに行く場合一旦相手に打たせたり一生懸命やってる風を装ったりしながら1分ぐらい過ごし、このやり取りを意識から外させます。忘れさせるってことですね。再び同じ入り方から逆動を見せます。その一瞬でさっき当てられてヒヤッとした逆動を思い出して慌てて手元を下げます。
そこを面で決めます。ちなみにこれは ABABABC です。相手からすると下を意識させられ、上を意識させられ、また下を意識させられ、最後に上に来るけどもう追いつけないといった感じです。決めるまでの流れを作ること、時間を置いて忘れさせること、3段階の攻めを合わせて使い、相手の冷静さを破壊します。無意識に反応してしまう状況を作るという僕の勝手なイメージです。このように弱点にすぐに飛びつかず、あえて泳がせることでより確実に仕留められるようにします。日頃の稽古から相手の心を揺さぶるためにどうしたらいいかなど考え、たくさんの失敗を積み重ねて精度を上げ、試合中はこんなことを考えています。はい、いかがだったでしょうか。この癖をつけましょう。なんであの技打ったのと聞かれたら、こうしたらこうなるから面当たると思ってねというように答えられるように技を出す。別に自分で聞いて自分で答えれば OK。 説明できなかったら何にも考えずに技出しちゃったなって反省すればいいんです。この癖がつくと根拠を持って技を出せている、つまり攻めがあって技を出せているっていうことの証拠です。中学生だからまだとかそういうことではないです。大人になったら急にできるようになるかっていうと、残念ながらそういうものではありません。どこかのタイミングで考えるようにしなければ、最初に言ったようにずっと後ろ向きに走ることになります。逆に言えば考えるようになれば小学生からだってできるようになります。考えた方が楽しいですよ。難しく考えすぎずに簡単なことからやってみてください。少しずつでいいんです。1日の稽古で1回でも狙って攻めて技が出せたらまず前進。当たらなくてもダメと思っちゃダメ。そういう場面を狙って作れたら喜んで OK。 相手を狙った形にして技を出せた OK。 技は出せなかったけど狙った形にできた OK。 こっちが何かすることによって相手が構えてる状態じゃなくなった OK。 くれぐれも言っておきますが、うまくいかないことの方が多いです。当たり前です。誰とやってもみんな反応が同じで、全部思い通りにいったら試合なんて全部3秒で終わります。相手だって勝ちたいんだから。剣道はオープンスキルです。でも普段から考えて狙いをつけて技を出したり、いろんな攻め方を試したり、そうしてたくさんの失敗を経験できれば勝手に考える癖がついて、相手の分析に時間がかからなくなります。技も当たりやすくなります。負ける可能性がぐっと下がります。相手とのやり取りがうまくいってもいかなくても楽しめるようになったら格段に成長しています。僕が以前出した背面の動画の後半に実際の狙い方として自稽古の中で打てたシーンを例に攻め方や考えていたことなどを解説したものがあります。概要欄に貼っておきます。今回の攻めのイメージをつかむための一例として見ていただくことができると思います。今回ご説明したように実際に僕は考えて狙って技を選択し、場面を作るように攻めてから技を出しています。1秒にも満たないような瞬間にもいろんなことを考えて判断し、次の動きを選んでいることもあります。もちろん初めからできたわけではないですし、今でも狙った通りにいかないことだって多いです。日々の稽古の中で考えている間に打たれてしまったり、狙いや考えが全然的外れだったり、狙った先のさらにその先を読まれて打たれてしまったり、こういった失敗をたくさん積み重ねて、その都度反省して自分なりの分析をしてきたことで自然に狙えるように身についてきているものです。でもこの作業が楽しいんです。失敗しても落ち込まない。練習なんだから実験を繰り返す。初心者の方には難しく感じるお話かもしれませんが、僕のチャンネルを見て強くなりたいから勉強と考えている方ならいずれ分かるようになることと思いますし、僕にできるので皆さんにも絶対にできるようになることです。こういう部分を知るともっと面白くなりますよ。剣道も激変します。強くなる一番の方法は楽しむこと。それでは。